回はナンバー023のこの前タック開きの A ラインワンピースを作っていこうと思います。このデザインなんですけど、先日鎌倉スワニの社長さんが、つながりというテーマで、社長の記事散歩というインスタライブで副工房を紹介していただいて、その中でこのデザイン、このワンピースをとても気に入ってくださって、今回作ってみようかなということになりました。そして、副工房の紹介をしてくださっただけでも嬉しかったんですけど、紹介させてもらったお礼にっていうことで、このリトアニアリネンのプレゼントもいただきました。なのでこれでこのワンピースを作っていこうと思います。で、今回はちょうど昨日来られた生徒さんがこの丈を20センチぐらい短くして下にパンツを合わせてコーディネートしてこられたのがとても素敵だったので、今回はこれを20センチ短くして作っていこうと思います。で、このデザインなんですけど、ワンピースとして作ってもいいし、丈を変えることによってブラウスっぽくにもなるし、チュニックにもなるし、ちょっと長めでパンツを合わせるっていうこともできますので、いろんな丈で楽しんで作ってもらえたらいいと思います。では作っていこうと思います。この生地なんですが、大人ストライプという名前がついている通りに、ちょっと大人っぽいはっきりしたストライプではないんですけども、ストライプの線が入っている麻 100% の生地です。とても素敵です。それでは裁断をしていこうと思います。ストライプなのでラインのところで今折っています。これでちょっと柔らかい素材なので、こういう台があれば台と平行に端を置いてもらって、台と直角に布をこう調整すると、よれずにまっすぐな状態で裁断ができます。裁断ですが、まずここで後ろ身ごろを取ったら、今回この生地幅はとても広幅で150センチあるので、しかも差し込みのできる生地ですので、前身ごろは差し込むような形で少しずらしてこう輪で取るようにします。そして残ったところで後ろ見返しと前見返し、ポケットを取っていこうと思います。まずは後ろ身ごろを切っていきます。
地幅が広かったので一丈で差し込めば前身ごろと後ろ身ごろが取ることができました。後ろ見返しと前見返しは接着芯を貼ってからきちんと裁断をするので粗立ちにしておきます。表には分かるようにシールを貼っておきます。今回は柔らかい仕上がりにしたかったので薄手のニット芯を貼ってきました。これで裁断していきます。
ポケット口に伸び止めテープを貼ります。出来上がりにかかるようにポケット口よりも1センチずつ長く貼ってください。ポケットの袋布と前身ごろを中表で合わせていきます。ポケット口同士を合わせます。ポケット口を合わせたら縫い代1センチでポケット口直角にこういうふうにこの字型を書いておいて、ここを縫っていきます。ポケット口を縫います。ポケット口にアイロンをかけます。まずはこの字型に縫った角に向かって切り込みを入れます。ここを一度割るときれいに裏を控えやすくなります。ポケット口1ミリほど控えて、角はカクッとこの字型になるように出してきます。こんな形です。ポケット口を5ミリで縫います。ポケットの袋布に向こう布を中表で合わせます。もうシールは剥がします。ポケット周りを縫います。
ケット周りにロックミシンをかけます。ポケット口の上下に仮留めをします。1センチで縫ってきて、このカクッと縫ったこの字の必ず角に来るように縫います。こんな風に縫っています。これが後から後ろ身ごろと合わせるときに縫い目の目安となります。もう一方もこの角に先に針を落としておいてから続きを仮留めしていきます。ちょうど角に仮留めのミシン目が来ています。前襟ぐりの伸び止めテープの指図はないですが、ちょうどバイアス気味で柔らかい布なので伸び止めを貼ることにします。これは布をちょっと触ってみて、伸びそうだなっていう時には貼っておいた方がいいです。前身ごろと後ろ身ごろの肩線を中表で合わせます。見返しの肩線も合わせていきます。身ごろの肩線を縫います。見返しの肩線を縫います。見返しの肩を縫います。見返しの肩はアイロンで割ります。身ごろの肩にロックミシンをかけます。見返し周りにロックミシンをかけます。見返しの底、下の部分にもかけていきます。
前見返しをつけます。ここは半分に切っておきます。見返しの下端1センチのところに印をつけます。この位置と縫い止まりの位置が合うように合わせます。これで1センチでぐるり縫っていきます。見返しを縫います。縫い止まりから縫っていきます。次に襟ぐりにアイロンをかけていきます。まずは縫い代をカットしていきます。最初にこの縫い止まりまでを斜めに切り込みを入れていきます。切り込みを入れる時にはこのカクッとなったところから斜めに縫い止まりに向かってチョキン切ります。左右ともに同じようにしていきます。切れました。そしたらアイロンがきれいにかかるように縫い代を切っていきます。まずこの角、上端の角の部分は斜めにカットします。3ミリぐらいこの端から残しておいてください。あとは襟ぐりはカーブをしているので縫い目の2ミリ手前まで切り込みを入れておきます。これでちょっとひっくり返します。アイロンで表側に向かってこう見返し側ではなく表身ごろ側に向かって縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけていきます。この時にきれいに折り返らなくて引きつれるような時は切り込みが足らないので切り込みを足してください。これで
ひっくり返していきます。上端の角は目打ちできれいに出しておいてください。先ほど1ミリ見えるようにアイロンをかけたことで裏が1ミリきれいに控えられることができます。これでアイロンで整えていきます。表から見て見返しが見えているとちょっと素人っぽい仕上がりになって綺麗な仕上がりにはならないので、きちんと裏を控えるように気をつけてください。これで一周アイロンがかかりました。アイロンがかかったら今度はこの中央の三角部分を下側に倒してアイロンをかけます。これで右側の見返しの下1センチのところにちょっと印を描きます。この部分がここと合ってきます。ちょっと見えにくいのでひっくり返します。この1センチに描いた赤い線とこの折り曲げたところが合うように合わせてちょっと待ち針で留めます。これでこの上端をこの部分が止まるように1ミリで縫います。1ミリで縫う時にはこの縫い目とこの端を過ぎないようにちょうどまでで1ミリで縫ってください。見返しの下端を縫います。下端を縫ったら今度はこれをこう重ねていきます。重ねる時に持ち出し 1.5 なのでその倍の3センチのところにちょっと印をします。これで右上前端がこの3センチのところに来るようにこういうふうに折っていきます。これで合わせたら待ち針をしておきます。そして先ほど下端縫った位置にもう一度上からステッチをかけていきます。この時に裏側がこういうふうにめくれているとこのまま仕上がってしまうのできれいに整えておいてください。3センチほど縫っていきます。あき止まりにステッチをかけていきます。
後ろ見返しの端5ミリのところにステッチをかけていきます。後ろはちょっと何もしないとめくれやすいので、ステッチをかけておくと落ち着きます。見返しの肩線と表地の肩線を合わせます。あとは沿わせて留めていきます。この時きちんと見返しが控えられているように確認してください。ステッチをかけていきます。見返し端にステッチをかけます。肩線から肩線まででかけていきます。バイアス布をアイロンで折ります。袖ぐりを5ミリで縫います。アームホールの裏バイアス部分のアイロンをかけます。裾にアイロンをかけます。まず4センチの印をつけて、布端をアイロンかけると2センチで折れるので、先に2センチで折ります。このアイロンのかけ方は好き好きでかけたらいいと思います。1センチの三つ折りができればいいです。これで半分に折っていきます。
脇を中表で合わせます。上端はパイピングを開いて縫い代を上にパイピング側に倒しておきます。この時に縫い目はきっちり合わせます。これで縫っていきますが、縫う時には必ず下から上に向かって縫ってください。理由は縫い目を折り目を逆らって縫うと伸びてしまうので、下から縫うとこういうケバケバが撫でるように縫うということになるので、あまり伸びずに縫うことができます。あとこのポケット口は省いて縫ってください。脇を縫います。ポケットのところまで来たら、ポケットの仮留めの上を縫ってください。こうすることでポケット口のちょうど角に縫い目がたどり着くようになります。ここからはポケット口なので、ポケット口を一緒に縫わないようにちょっと引きます。ここでまたポケットの上の部分の仮留めの位置に戻ってきて、仮留めの上を縫います。この位置がきちんと合いました。右側は裾から縫っていくとポケット口の仮留めが見えなくなるので、ポケット口だけ先に縫っておきます。ここまで縫っといてから裾から縫っていきます。脇にロックミシンをかけます。ロックミシンも下から縫っていきます。裏バイアスの端にステッチをかけます。
裾の三つ折り端にステッチをかけます。ポケット口上下を縫い留めます。ほつれやすいので2往復してください。縫った後には裾やアームホールもう一度アイロンかけておいてください。縫ったばっかりだとこういうふうに波打ちが出ていたりするので、これをこう押さえるようにアイロンをかけてください。それと糸切りもしておいてください。着ている時にちょろんと出ていたりするとちょっと恥ずかしいので、一応点検をしてください。最後仕上げアイロンをすることによって仕上がりがぐっと変わってきます。これで縫い代が落ち着きました。ボタンホールを開けます。前タック開きの A ラインワンピースが完成しました。今回はこの鎌倉スワニーさんの大人ストライプのリトアニアリネンで作りました。型紙はこちらのタイプのロング丈なんですけど、今回は20センチ短くして作ってみました。20センチ短くして下にこういうタイトなパンツを合わせたりとか、フレアなパンツを合わせたりとかしても素敵な着こなしができると思います。こんな感じだったらこうちょっとカーディガンを
羽織ってみたりしていろいろコーディネートができると思います。とてもシンプルで作りやすいデザインなので皆さんも作ってみてください。